こんにちは。バイオハザードゼロ HD リマスタープロデューサーの竹中です。本作では小田ディレクターをはじめとして多くのオリジナル版のスタッフがリマスター化に携わっています。今回はそのオリジナル版のスタッフ、そしてリマスター化に携わった若いスタッフのインタビューを集めてみました。それではご覧ください。シリーズのナンバリングを最高のクオリティで作るという一つの大きな目標に向かって、みんなシャリングに頑張ってました。時には意見の相違でぶつかることもあったんですけども、向かう先は同じという気持ちがどっかにあったんでしょうね。連帯感とか連携感に関しては非常に強いものがあったと思います。そのバイオハザードっていうタイトルのそばでですね、ちょっとちっちゃいタイトルをやってたんですけど、バイオハザードのチームの人たちはですね、非常に和気あいあいとやってられまして、本当にもう腹が立つなと。トータル結構長い期間開発していたので、日中問わずにやっぱり作業ってあの頃はあったので、どうしても探されちゃうんですよ。会社にいても家にいてもディレクターさんから携帯を持ってくれと言われて、まだ主流じゃない携帯を持たされました。当時のリアルタイムではなくてカメラが固定で、その中の情報量を詰め込めるっていうメリットを生かしまして、当時の SD の画質、512×448 という解像度の中以上の制作ディティールの情報量を詰め込むことを意識して、2002年当時のビジュアルの最高水準を目指しました。主人公に対して2体噛みつくっていうのを今回ゼロでは入れたんですけど、もっともっとゾンビを怖い立ち位置に持っていきたいなっていうのがありました。ずっとこだわってたのは足音の音量の大きさですね。とにかく音のダイナミックをつけようということで、小さいんだけどプツンってなるたびに怖いっていうのはすごく心がけてました。2人の主人公をやっぱり同時に操るところでしょう。サブプレイヤーを追従させるだけではなくて、右スティックでメインに並走させてクリーチャーに対して集中砲火を浴びせたり、CP の移動操作を、画面外でもシームレスに自動から、手動に切り替えたり、一方探索一方バックアップっていう風に、集中運用したりと、どんなシチュエーションでもスムーズに、その役割を切り替えられる柔軟な作りになっているところを非常に気に入ってます。バイオハザードゼロに関しては結構背景が動くところが多くて、カメラが切り替わるたびに、動画を切り替えないといけないっていうのがありまして、そこの切り替えにかかる時間ですね、そこがちょっと許容できないっていうような長さになってしまってたっていうのがありました。遅滞なく、送り込むようにするためには、プログラマーさんには、何度となく最適化を重ねてもらい、ようやく製品化にこぎりつけることができました。当時は背景の動画の中に、炎であったりとかっていうのを含めてたんですけど、それをもう 3D エフェクト化して、炎がかなり綺麗になってたりとか、雨粒一つ一つ綺麗になってたりとか、その辺はちょっと注目してみてもらいたいポイントかなと思います。以前のはステレオだけでしかならなかったんですけど、今回 5.1 チャンネルになって、ゾンビが後ろから来れば必ず後ろからゾンビの声が鳴ったりとか、環境音が雨の音が後ろからも鳴ってたりとか、そういうところがやっぱり聞きどころかなと思いますね。バイオゼロの世界観の中で、ウエスカーの力を存分に使って楽しむモードです。いろんなところに向かって自由にダッシュができる特殊な操作と、小説版の中で T ウイルスを操れるという設定を見つけまして、そこを元に弾のリソースの消費なしで攻撃をできるっていう操作が入ってます。列車の外に、街灯を置いて、街灯が、通り過ぎるたびに車内に光が差し込むということでダイナミックな動きが取れるんじゃないかということで、そういうライトの演出を入れたんですけども、今考えると、だいたい100キロで走ってるとして、50メーターに1度ぐらいの間隔で、光が通り過ぎるんですけど、そんな都会を走ってたのかと
ヒルっていうキャラが割とキーになってると思うんですけど、ぐちゃぐちゃっていう音なんですけど、僕が自宅で撮ったハンバーグを作る音が全部元になってるんですよね。お祓いにみんなで行きました。みんなが問題なく過ごせるようにということで。実は今回追加モードで入ってるウェスカーなんですけど、絶対サングラスしてるんで見えないんですけど、ちゃんとサングラスの向こうで瞬きをしてます。拾うタイミングでは無敵時間っていうものが発生しているので、強敵ボス戦なんかでどうしても勝てないっていう時は足元にアイテムを置いて拾うを繰り返すとノーダメージで戦える。ゼロに限らずバイオハザードシリーズは重機というものにかなりこだわって作っています。モデルガンをデザイナーさんに渡して、制作をしてもらっていました。リアルに再現するあまりモデルガンにしかない刻印や、ガス注入口までも作ってしまって、途中まで、周囲も気づかずに、実装していました。もし発売されていたらビリーもレベッカもモデルガンでゾンビに立ち向かっていただくことになるんでしょうね。